進めて子供を作ろうが当たり前存でもない子というか、自分たちの欲でできてしまった子、自分たちのことしか考えてない。自分たちの人生なんだから自分たちの勝手にすればいいじゃん。でも生まれてくる子供にまで影響はあります。生まれてくる子供は生でするなら先に結婚しておけよ。いやいやいや違うんだって。そういう場合じゃない時もある。そういう場合じゃないってどういうことですか？それが絶対に不幸ではないし、逆に言ったらでも不幸な場合は多いですよね。今喋ってるじゃん。ちょっと待って。ちゃんとメイク一緒にじゃなくて聞いてる話。気にすればよくないですか？いや否認をしないがしたかっだからただの欲求た。だからそれが何が悪いんすですかって言ってるんです。何が悪い？子供のこと考えてなくないですか？いやだからそれでじゃあ産めないなって言うんだったら中絶もあるし。特殊な方たちですよね世間を知られてないのかな。皆さんこんにちは、山口です。では今回のスピーカーとコーディベーターをご紹介しましょう。手前に座っていらっしゃるのがスピーカー長谷川優奈さん、現在31歳、女性で既婚者ですね。そして出来婚は未経験派の方です。長谷川さん、よろしくお願いいたします。はい、長谷川優奈と申します。よろしくお願いいたします。そしてお隣に座っているのがコーディベーターの斉藤奈々さん、同い年ですね。31歳の女性、既婚者で出来婚経験派の方です。よろしくお願いします。斉藤奈々です。よろしくお願いします。はい。では今回の長谷川さんからの提起内容なんですけれども、出来婚したやつ全員かわいそうという提起になります。詳細教えてください。お友達が最近お付き合いをして4ヶ月で出来婚をしちゃったんですけど、妥協して対してその好意もない方と結婚をしなきゃいけなくなってしまってかわいそうだなと思ってます。結婚、妊娠、出産は準備を守るべきだという意見を持って本日来ました。もう少し詳しく教えてもらえますか？私は出来婚はもう絶対反対派なんですけれども、普通にまず結婚しましょう。で、親御さんにご挨拶、その後に職場にご挨拶、ご近所の方、親戚、知り合いの方々に挨拶、その順番を順序よく進めて、その後に余裕ができてから落ち着いてから子供を作ろうが当たり前だと思ってます。それがけじめだと、それで当たり前だと。はい。コーディベーター斉藤奈々さん、どういうふうな考えでしょう？私は別に出来婚でもいいんじゃないって思っている派なんですけど、順番がどうとか、計画性がないとか、親に挨拶してないからとか、そういうのってどうでもよくないって思ってます。挨拶とかはもうどうでもいい。それは順番とかは別に確実にしなきゃいけないわけじゃなくて挨拶自体は大切だけど、その順序は別に問題じゃないと。そうですね。はい。では出来婚についていろいろ意見も聞いていきましょう。栗恵美さん。いや、そのかわいそうっていうのがそもそもでちょっと言葉としてどうかなっていうのと、出来婚がかわいそうはい。っていう概念がどこから来るんだろうっていうか、この順番がってさっき言われてましたけど、今ってやっぱり不妊も多いので、やっぱタイミングとかって急がなくちゃいけなかったり、女性も年齢があったりするからいろんな形があっていいんじゃないかなって私は思っちゃいますけどね。はい。順番守った方がいいっちゃいいかなっていうところはざっくりあるけど、はい。私の友達の両親は16歳でお互いできちゃって未だにずっと仲良しなんですよ。そういうパターンもあるから、順番を絶対守らなきゃいけないっていうのは別にないかなっていうのと、それを守ったからとか、そのできちゃったできてないとかっていうよりか、その先の方が大事だから、そこにカーソル合わせた方が私はいいと思っちゃうかなっていう感じですね。はい。時代の主語が大きいですよね。全員かわいそうっていうところが、基本的に子供を産むって大変だっていうのは誰しも想像ができることだと思うので、女性だったら絶対痛いし、産んだら産んだで育てなきゃいけないし、お金もいっぱいかかるしっていうのは大して調べなくてもわかるじゃないですか。
それを覚悟した上で結婚するって決めてるんだから、それなりの既婚の方も覚悟はあると思うんです。ただそれこそ中絶期間が過ぎてしまって周りからの圧力とかで結婚せざるを得なくなったとか、そういう状況だったら確かにかわいそうですよね。何をもってかわいそうと言っているのかを最初にお聞きしたいかもしれないです。長谷川さんがそう思うっていうんだったら別に口の挟みようはないんですけどね。別にで既婚でも幸せな家庭もいますし、友達4ヶ月で妊娠して結婚したっていうのがその男の方なのか女の方なのかわからないんですけど、まあ選べますよね、産む産まないは。でそこで妊娠したのをきっかけにじゃあ結婚しようって決めたのは本人たちですし、妊娠っていうのは一個のきっかけでしかないのかなっていうふうに思いますけども。どうして長谷川さんはそこまで順序を守ることが大事だとお考えなんでしょう？好きでもない方と結婚せざるを得ない状況になってしまう、先に子供を作るってすごく無責任だと思うんです、やはり先に結婚して周りに迷惑もかけるかと思うので、ご挨拶しっかりして、で結婚して結婚式もして、落ち着いてからの方が子供の受け入れ体制も急遽できてしまったのでは全然違う。周りに迷惑をかけるっていうのは具体的にどういう迷惑か。仕事の面でも急遽いなくなったりだとか、周りにも迷惑。でも子供妊娠してから働けなくなるまでもちょっと期間あるし、1ヶ月あれば引き継ぎってできますよね。でも座りがひどい方とかはもうすぐにいなくなってしまったり、急に辞められたりする。それで既婚関係なく全部妊娠出産同じ。でも事前に作ろうって決めたのであれば、会社に言わなくないですか？事前に作ります婚活入りますとか別に。でも結婚している場合は周りがその環境を整いやすい、そうです想定しやすいってことですよね。はい、事前にお伝えできるかできないか、休む可能性がある。事前にお伝えなんてしなくないですか？婚活とかそういうプライベートなセンシティブなことをいちいち言わないと思うんですよね。婚活したからといって必ずしも妊娠できるわけでもないですし、それを周りが求めるっていうこと自体がちょっとおかしいのかなって思うんですけど。妥協して大して好きでもないのにできてしまったのはお互い2人の責任だから、それでも結婚するって選んだのは2人の選択だし、絶対に結婚しなくちゃいけないなんてことはないじゃないですか。別にそれぞれが離れるという選択もあるし、極論下ろすという選択肢もあるわけじゃないですか、でも結婚して産むって選択したのは2人だから、そこに対してかわいそうっていうのはその考えの方がかわいそう。かわいそうもそうですし、例えば周りに迷惑の話に戻るんですけど、例えば既婚している女性の場合、職場内ですごく重要なポジションにつくことって少ないと思うんですね。妊娠するからかもしれない。そうですね、家庭もあるしっていうことで、すごく重要なポジションにつくことはすごい少ないと思うんですけど、急にできてしまった場合、重要なポジションにいた方が急遽辞められるってなると、周りへの負担がすごく大きい。いや、それを選択するのはその女性じゃない。妊娠したからって必ず産まなきゃいけないわけではないんで、仕事でどうしたって替えが利かないポジションにいるけど妊娠したと、望まない妊娠をして産むって決めるのはその本人の問題なんで、それで周りに迷惑がかかる。でも出来婚じゃなくてシングルマザーとして産むんだったらどうですか？シングルマザーとして産む場合、それでも結婚も妊娠もどんな形であれ周りに少なからず迷惑がかかりますよ。順序とか関係ないです。でもそれが妊娠だから。迷惑。でも今の会社とか社会は実際はどうなんですかね。もちろん男女平等で役職に女性がつくこともありますけど、もう結婚して、ある程度お子さんもいらっしゃっても新しく子供を作ることはありませんよって宣言してるから、かなり上の部長とか上の職に就くのか。いやでも浜崎あゆみさんとかだって2ヶ月でステージ復帰してたりとか、やれる人はやれるし、もちろん結構超人な、もう人によっては、1年とかじゃないと体が戻んない方もいるから、もちろんやっぱり男性よりかはその辺の
こう休暇は必要になってきてしまうとは思うけど、それだけ上のポジションにつける人ってまた1年経っても私はまた戻れるんじゃないかなと思うんですよね。それはでもだいぶ特別じゃないですか。今普通の職場のお話をしているので。ネットでの話しか知らないですけども、急に妊娠出産に入ってしまって周りが迷惑がってしまって妊娠された方が結局退職してしまうとかいうケースもよくあると思うので、ただそれって改善しなきゃいけないところであって、社会の問題で、その会社が成り立っていない証拠でもあるので、迷惑さを迷惑だよねって愚痴言ってるだけじゃ解決しなくて、会社側がどうしたらその人が急にいなくなっても対処できるのかっていうのをそこまでね考えてくれる会社が広がってねくれるといいんですけど、どうしても今キャリアか子供かで年齢の壁もあって非常に悩んでいる女性も多いと実際には思いますね。鎌田さんどうでしょう。私はですよ、迷惑だと思ってないので仕方なくないですかってなっちゃうんですよ。別に比べるわけじゃないんですけど、妊娠が突然なりましたとか、別にそんなの当たり前やし、病気になるのも当たり前やし、そこに何の差があるんだろうってなっちゃうので、もう状況はもうじゃあしょうがないよね、じゃあうちらやるわってなるだけだからなって私は思っちゃうから、こういう考える人が増えたら嬉しい。私結婚しますで辞めていく方と、急にできちゃったので辞めますって方とでは、印象も違いますし、あなたの中だけの印象で周りの目を気にしてずっと喋ってるってことですよね。自分の人生じゃなくないですかって私は思っちゃうんですよ。周りが迷惑をするから私がこうでって思うのは別にいいんだけど、そこだけ気にしてたら多分なんか良くないかなって私は思っちゃうんだけど、人にできちゃったかどうかって言うのかなっていう。妊娠したんで退職しますで言わない普通みたいな。急にちょっとできちゃった子なんでってわざわざ今言うかな。ないし、それかね逆に言ったら妊娠しちゃったタイミングでやっぱ結婚するんでやめますでもいい、別に全然じゃあそれだったら一緒なのってことになっちゃうし、それでね偏見の目で見るような人とは別に付き合わなきゃよくないですか。それもそうだし、それは順番関係ないよね。そう、自分たちの問題じゃない、周りは関係ない、自分たちの問題。出来婚を体験された斉藤さん、どうでした？2人のことなんで、別に周りの目とか意見とかは別にそこまで気にしてないですし、別にそんな言われたわけでもないから、なんでそんなにこだわってるんだろうなっていう感じがします。特にそんな迷惑かけたっていうこともなかった。迷惑はどっちにしろかけると思います。出来婚だとしても、順番守ったとしても、迷惑は絶対かけるから、ここは別に割り切ってます。出来婚っていう言い方もあんま良くなくて、最近授かり婚っていう言い方とかもあるじゃないですか。突然付き合ってすぐとかじゃなくても長いこと一緒に暮らしてて、籍入れるタイミングどうしようかっていうタイミングで結婚するのが先か妊娠がきっかけかだけのカップルなんていくらでもあると思うし、先に授かったらそれがきっかけになってるっていうだけのことだと思うし、あんまり良くない形ももちろんあると思うんです。お互い若すぎるだとかはもちろんあるとは思うんですけど、全部っていうくくり方するのはかなり無理があるんじゃないかなと思います。長谷川さん、先ほど出来婚で辞める方がイメージがあまり良くないと発言されましたけれども、それは長谷川さん個人での意見なのか、いや私の周りも結構いるよっていうのは、31歳の周りの友達、会社の関係含めていかがでしょう？世間的に出来婚はあまりいいとは思われてないですよね。相談者が特殊なのかもしれないんですけど、こちら側にいる人たちの意見的には多分そんなにすごい偏見とかがあるわけじゃない。むしろやっぱり今はもう少子化だし、どんどん産んでほしいなってやっぱ広い目で見たら思っちゃいますし、本当日本人男性がもう草食化してて、きっかけを作ってくれない、プロポーズいつまでたってもしてくれないとかってあったりするから、子供ができたっていうのが一個のきっかけになって、結婚できるんだったらむしろみんなハッピーじゃないって思っちゃうんですけどね。特殊な方たちですよね。世間を知られてないのかなとは思いますね。多分長谷川さんの周りにいらっしゃる方が結構厳しい方なのかなって思ったんですけど、厳しいっていうか普通ですよね。長谷川さん自身が例えば子供できるまでにどんな準備をしたいとかいうのありますか？子供今実際いますけど、お金面であったりだとか、周りに子供ができるとたくさん大変なことがあると思うので、ご迷惑をおかけすることもちゃんとご挨拶をしたりだとか、
準備できること、子供のためにできることは全てです。既婚でしょうがなく結婚するから、しょうがなく結婚するの前提なのはなぜなの？準備できてる方たちの方がその後も幸せな率は高いですよね。それはどういう統計を取ったのかがわからないんです。どういう統計っていうか、世間一般的にそうじゃないですか。世間一般が狭すぎるのよ。昔からあるんですよ、この順番は。でも大好きな方がちょっと今日ゴムなしでお願いってお願いされて燃え上がるような夜があってそれはいや収入があるとか愛情があるとか、この人は手放しちゃダメだって人だったらいいけれども、そうじゃない人と無責任にそういうことをしてしまって出来子になったら不幸になるよ、だから筋通せってことなんですよね。はい、その通りいや、わかんない。それそうじゃない人とって言うけど、親になってみないとわかんないし。否認のことを信用しすぎじゃないですか。ゴムしてても破れることだったりあるし。どんな激しいことしてる？